未来圏が挑む新たな技術、実現すれば世界が変わる。未来の入り口ちょっと覗いてみよう。アイマス未来予想図。今回は天野博教授の研究グループが成功させた UVC と言われる世界最短波長域の新紫外半導体レーザーの室温での連続発信について。半導体レーザーとは半導体に電気を流して発信させる素子のことで、波長が制御されたレーザー光はレーザーポインターや CD、ブルーレイなどの光学機器、センサーや通信、加工機などさまざまなところで使われている技術だ。半導体レーザーはこのように光を発生する活性層を N 型と P 型の半導体で挟んだ構造になっている。この素子に電圧をかけると N 型クラッド層から電子が、 P 型クラッド層からホールが活性層に流れ込んで再結合し発光するんだ。光は活性層の中で増幅されて一定以上の強さになると活性層からレーザー発信が起こるんだよ。半導体レーザーは電気から直接光を発生させているから小型かつ低電圧で稼働し、変換効率が高いために消費電力も抑えられるんだ。また半導体の構成を変えることでさまざまな波長のレーザーを作成できることも特徴だ。今回紹介する研究は半導体レーザーでも新紫外線領域の波長帯の光を発生させる半導体レーザーの研究だ。波長の長い可視光線や赤外線の半導体レーザーはすでに普及しているものの、波長の短い紫外線領域の開発は非常に難易度が高い。その実現に向けて今回のプロジェクトでは窒化アルミニウム基板を用いることにしたんだ。共同研究先の旭化成が提供するこの窒化アルミニウム基板を使うことで高品質な結晶成長が可能となり、紫外線領域の中でも特に難しいと言われる新紫外線のレーザー発信に成功したんだ。それではここで新紫外半導体レーザーを研究している串本真希講師に話を聞いてみよう。半導体レーザーには高品質な結晶が必須なんですけれども、結晶劣化がしやすい構造を持っています。そのため私たちは結晶成長技術の構築と精密な構造設計を行っています。今回のデバイスはこの CTEFS っていうところにある実験設備で作成しています。充実した装置群がありまして、そこで高品質なデバイス作成ができるとともに、そこに携わるメンバーの皆様が多くの知識を持った方々ですので、プロセス工程に発生する困難を相談しながらも乗り越えて、ついに室温連続波発信に至ることができました。まだ私たちが作成したレーザーダイオードっていうのは数ミリワットというオーダーの出力が出るというような状態です。さらに研究を進めて高出力化していくと、加工用光源として用いることができるようになると考えています。そうすれば従来加工できなかった材料もレーザー加工で加工できるようになりますので、より精密な加工が今までできなかった材料でできるというものづくりの革新をもたらす応用例になると考えています。半導体レーザーの最前線に位置づけられる今回の研究、医療や製造現場、はたまた生活の身近なところでなくてはならないものになる日も近いのでは。ではまた次回。